はい、こんにちは。よろしくお願いしまお願いす。します。アロハシャツ研究室の時間です。はい、今日も始まりました。はい、中野教授、よろしくお願いしまお願いしす。ます。もうね、はい、暖かくなってきましたので、はい。アロハシャツの季節です。もう、今日なんかぴったりですよ。外の陽気。半袖ですもん。はい。そうですね。はい。僕はちょっと長袖大好きなんで、ええ。もうちょっと長袖で粘ります。お、もう暖かくなってきたので、ええ。今年どの柄買おうかなっていうのを気になってる方も。気になってます、私も。そうですね。作ってる側からすると、え気にしていただけるってすごい嬉しいので、すごい。でそういうこともあってですね、はい前回にちょっと引き続き、ええ。今年の柄を少しだけですけど、ええ。また持ってきてますので、新作です。はい。ちょっとご紹介をさせていただこうかなとはい、よろしくお願思っておりいしま。ますすので、お願いします。はい。じゃあ早速一柄目から。はい。はい。こちらですね。ありがとうございます。はいはい。王道ですね。王道ですね。はい。もうパイナップルとうんヤシの木。うん。これぞアロハシャツという柄なんですけども。はい。あれ、どっかで見たことあるなーっていう柄なんですけど、ええ、ええ。初です。お、サンサーフとして初めての復刻。はい、初めての復刻。当然の話ですけど、はいサンサーフで復刻するということは、ヴィンテージもはい。あるということですよね。はい。はい。もともとオリジナルはマイランっていうブランドが作っていたんですけども、はい。ちょっと後発のブランドになりますので、50年代後期なので、あ、でも50年代なんですね。はい、50年代です。はい。なので、もういろんなブランドが、うん。もうアロハシャツが売れるぞっていうことで、ハワイもアメリカ本土も、いろんなブランドメーカー、あとはもう水着メーカーも含めて、アパレルっていう産業の中ではい。活動されてた方たちが、こぞってアロハシャツを作った時代。なので、もうちょっとこのマイランももうちょっと後発のブランドなので、ハワイのブランドですか？こちらアメリカ本土のブランドです。本土のブランドなんですね。なので、ちょっとですね、奇抜な柄っていうよりも、うんもうみんなが好きな柄。うん。もう誰しもがこの柄買おうっていう感じの、はい。こう、受ける柄をですね、ええたくさん作って、ほー。で、いろんなところに卸してたブランドになりますので、ねなので、ブランドをこう、専属のデザイナーさんもいたんですけれども、はい。どうしてもこう、デザイナーさん、うん癖が出たりとか、いいい柄作ろうってなると、柄に個性が出てきたりとか、はいはいはい。してくるんですけれども、えこのマイランっていうブランドの特徴としてはですね、え。えどちらかというと、割と癖がなく、さらっとしたえ。柄が多いんですけれども、はい。いろいろと、いろんな各地でフロリダ、ええアメリカ西海岸、あはいとハワイ、すごく人気の柄をたくさん作ったブランドなので、えヴィンテージでもよく見かける。このパイナップルの、はいでも色味とかははい、ちょっとこう個性出してる感じですね。そうですね。ちょっとこう、どっちも差し色が効いていたりとか。茶色い方はブルーと黄色でパイナップル。こそうですね。っちは赤と黄色と。赤と黄色ではいできてすごくこうカラフルなんですけども、ええそんなにこう、トゲトゲしくもなく、はい。こう派手すぎずっていう、着やすい感じの配色にもなってます。この配色組み合わせ、僕好きだな。茶色ベース絶妙ですによね。ブルーと黄色ってこれかっこいいな。あんまり見たことないかもしれない。このあたりもさらっと着れますので、はいはい。ぜひ候補に入れていただけたらと思います。はい。はい。これが、まず、第1作目。そうですね。ははいい。じゃあ次行ってみましょう。はい。こちらの柄ですね。これは見覚えありますよ。と思うじゃないですか。これは見覚えあります。そうですよね僕似てるの持ってるもん。そうですよねええ。同じかないえ、違います。違いますはいこちらも初です。えでも皆さんね、あ、これ持ってるって思いますよ思いますよね。ええ。すごく似た柄は以前にもやってるんですけど、はい。全然違います。これ、フロントのこのあたりのロープとか、ええ。こういうのは、ええあ、持ってるとか知ってるっていう方いらっしゃると思うんですけど、怒りがあって。背中見ていただいて、確かにね、俺も背中見ながら不安になってたんです。そうですよね。ええ。あれそう違うかなってこの灯台とか、うん。こういうのを見ていただくと、あ、これ持ってないっていうのはねえ。初になります。前と後ろで、はい。全然こそうです。う、雰囲気が変わるというか。柄の取り方が違いますので、袖のところと前立てのところにこのロープの柄が来て、で、背中の部分はもうこの、ほぼ総柄という感じ。はい。柄の取り方になってますので。これ50年代、もうこれ初期なんですけども、はい40年代後半から、割といろんなブランドが参入してきて、ええ。我先に誰もやってない柄の出し方だったりとか、珍しい柄を作るぞ
はい、そういうブランドが増えてきて、はい、ちょっとこう、総柄全盛だった時代から、ちょっとボーダーと、なんか総柄みたいな感じの、ちょっとこう、斬新な。でね、モノトーンでちょっとおしゃれ、はい、おしゃれというか、おとなしい感じで。はい、そうですね。はい、でも、柄のインパクトはしっかりとありまして。はい、でこれもちょっとね、JC ペニーが持っていたタウンクラフトというブランドが。デュークじゃないんですか？デュークじゃないんです。もう、デュークですよね、ぐらいな感じで。ね、アメリカ本土っぽさは出てるんですけども。はい。どちらかというと、ちょっとそことはまたずれた。タウンクラフトってね、ヴィンテージでコーディロイのシャツとかなんかも結構出してる、あれですよね。ありますよね。いろんなのパンツからシャツからいろいろ作ってたブランド。そうなんですか。はい。実はアロハシャツも作ってました。当時からこういう色あったんですか？赤とか。ありました。これ斬新ですよね。斬新、すごい奇抜に見えます。赤と白のモノトーンってなかなかないですよね。なかなかないですよね。ぜひこういうのも候補に入れていただければ。これはですね、ちょっともう一回後ろをお見せしましょうか。なんか、いいですね。いいですよね。この柄の配置、着やすそう。着やすそう。アロハ初心者の方なんかにもいいかもしれないですね。そうですね、それはね。はい。ぜひぜひ、こう、入門編としてでも、ここに入れていただいて。じゃあ、ちょっと次行ってみます。はい。はい。これはありだな。続いて、こちらのトンボの柄です。和柄ですね。和柄ですね。はい。こちらは、ずいぶん前に一度、復刻をしてるんですけれども、これ初めてじゃないですか？こちらは初めてじゃないんですよね。なんか違うトンボの柄は記憶にあるんです。丸いでっかいこう円のやつ。はい。これもうでも20年ぐらい前ですか。一度復刻をしてまして、ちょっと配色もだいぶ変わってるので、ちょっと違う柄には見えるかなとは思うんですけども。これ3色あるうちの 2色が結構グリーン系で、そうですね。近い感じで。はい。花の部分とその茎の部分は緑色で、トンボの色が全部ね。トンボだけじゃなくて花びらも違うんですね。パープルでこっちは。綺麗な柄ですねこれ。そうですね。なかなかそのグラデーションを効かして。はい。で色数はそこまで多くないんですけれども、こう色の取り方といいますか、あと描き方ですごく奥行きのある臨場感あふれるデザインになっていまして、ちょっとこちらもまたリバティハウスという、もともとはハワイのデパートなんですけど、そちらが展開をしていた。もともとのヴィンテージはじゃあメイドインハワイだったんですか？こちらは。ハワイです。はい。なかなかこうちょっとね和柄で、おそらくプリントは日本でやった。はい、プリントされてハワイでシャツに、仕立てられたものになりますね。綺麗なグラデーションが楽しめますね。これはちょっと水辺に舞うトンボの柄っていうので、トンボはもうパキッと一色であえてグラデをかけてないから余計目立つんですね。これは人気出そうですね。これはもうその以前復刻した時もすごく人気だったので、今回も注目の柄となると思います。ちりめんなんですね。ちりめんになりますね。はい。これも50年代ですよね。50年代です。はい。こちらはもう前期ですね。前期なんですね。はい。ちょっとこっからアロハシャツがぐっと盛り上がるタイミングで、ちょうどですねオリエンタルブームっていうのもありましたので、それも相まってですね、ハワイの方だとアメリカ本土の方でもこういったオリエンタルのデザインがもうめちゃくちゃ人気が出たタイミングでリリースされたデザインになってますので、ヴィンテージとしてもすごく人気があります。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて絵がすごい上手だな、この人はね。はい。続いてはこちらになりますね。見慣れない。これは初になりますね。でアロハシャツのデザインの中でも、ものすごくこう珍しいと言いますか、内容もそうなんですけど、描かれ方も含めてすごく珍しい一枚になってまして。そうですよね。なんかカートゥーンみたいな雰囲気の。そうなんですよね。キャラクター自体がですね、コミカルに描かれている部分が多いですね。で、なおかつメッセージがいろいろ書かれてですね、このいろんなメッセージが書かれているんですけれども、その中の一つですね。このまずこのお城が描かれてます。後ろ側に。で、シャツ全体がこのストーリーになってまして、もう夢の中の世界なんですね。この夢の中の世界でこのフラガールとか子供たちが天使もいますね。天使もいて遊んでいるんですけれども、今松島さんおっしゃってみたいに天使
アロハシャツのデザインモチーフの中で、天使が描かれていることってほとんどないんですよ。へえ。そういった意味でも、ストーリーがあって、でそのストーリーがなおかつ、現実の物語ではなくて、その夢の中の世界のストーリーが描かれていて、なおかつその中に天使が描かれている。そういった意味でもヴィンテージとしての希少価値がすごく高い。これもヴィンテージはやっぱり50年代なんですか？はい。なのでこちらもコレクターさんたちがこぞって探している1枚ですね。であとこちらのレッドですね。赤もね、綺麗ですね。こちらが配色違いのこの3色になってます。ぜひ初の復刻となりますので。これも初です。初ばっかりです。そうですね。本当にまだまだいっぱいあるんですね。ありますね。すごいな。ぜひこちらの方も店頭で実際に見ていただければ。すごく面白い柄になってますので。さっきの赤とまた全然同じ赤でも雰囲気が違うし、赤自体も違うし、はい、全く違いますね。この赤いいですね。いいですよね。ぜひ来ていただいて。はい。続いていきます。続いてこちらになります。また全然違う感じですね、今までのと。そうですね。アロハシャツの中でもちょっとこの縦のボーダーって割と多いんですけど、こちらはこう横に柄が描かれているタイプになりまして、で単色使いですね。で描かれているのがこの真ん中のその模様に見えるところはポリネシアンで古くから伝わるタパという。タパって何ですか？タパですね。もともとは木の幹をこう濡らしてですね、どんどん叩いていって広げていって、いろんなものに敷物だったりとかそういったものを作っていたんですけれども、そこに模様をどんどんつけていったんですね。それを版画のようにつけていったんですけれども、その時に使われてたデザインっていうのがこのタパのデザインっていうふうに言われてまして、こちらをアロハシャツのデザインとして取り入れたものになります。これもカラーバリエーション配色で全然違うものに見えますね。もう本当違う柄に見えますからね。そのブルー系とこれが同じシャツだって、これ黒ピンクですか？グレーピンクみたいな色ですけれども、同じシャツだって言われてもあんまりよく見ないと違う感じに見えますよね。このグリーンも綺麗だな。これまたその当時のハワイの人たちが生活の風景ですね。そういったものがタパのデザインの間に描かれている。ちょっと変わった感じのタイプになりますけれども。これもヴィンテージはあります。こちらはですね、カハラというもうアロハシャツのブランドとしてはもう老舗中の老舗で、カハラがですね、リバティハウスハワイのデパートですね。そちらの方にから依頼をされて提供したデザインになってまして、リバティハウスといえばですね、いろんなシャツ作ってるんですけども、その当時もう本当にハワイのワイキキ近辺の流行を作り出してた、そのぐらいっていう有名なデパートでしたので、こちらの方もその当時観光客の方々がこぞって来てたんではないかと思います。これも50年ですか？じゃあそうなんだ。もうレイヨンの全盛期の時代ですね。別注みたいなもんなんですね。当時からそういうのがあったんですね。リバティハウスがカハラにお願いをして作ってもらってたシャツになります。これはなんかブルーとかジーンズとかに合わせたらすごくなんかね統一感出て良さそうだし、これも捨てがたいんだよな。こちらもなかなかチノパンですとか。そういったものにいいですね。合わせてきていただければ。涼しげで。そうですね。単色で柄も割と細かいですので、着やすいかなと思いますので、ぜひこちらの方も候補として見ていただければ。いやこれはね、俺は2色欲しい。本当ですか？どの色かは言わない。言わないけど2色買いすると思う。ありがとうございます。じゃあぜひ店頭の方で全然違うからね。そうですね。試着していただいて。じゃあ次行っていきたいと思います。うわ、振り幅すごいなこれ。こちらもまた思いっきり逆サイドにまで振ってきた感じですね。細かい単色から。そうですね。先ほどのちょっと繊細な感じの柄から、モチーフをめちゃめちゃ大きく描いて、ザ・アロハシャツという感じのデザインになっていますけども、これパッと見何の柄か
ちょっとよくわからないですよね。なんかね魚がいるだろうなというのは、そうですね、これで言うならば、この黄色い魚、これはなんとなくわかりました。黄色いところは魚っぽいなっていう。でもですね、実はこれ、メインモチーフが、先ほど松島さんおっしゃったところのその黄色い魚ではなくて、はい、これで言うと黄色ですね。はい、これで言うところのちょっとこう黒っぽいちょっと濃い赤の部分、ここがですねメインモチーフになってまして、これがトビウオです。飛んでるんですかこれ。はい、トビウオがすごくコミカルにデフォルメされて描かれたシャツ。このもしかしてマロロって書いてあるんですけど、これはハワイ語でトビウオ。そういうことなんだ。はい、そういうことです。はあ。ハワイではですね、マロロってトビウオってものすごくこう特別に皆さんこう考えてまして、でサンフランシスコからホノルルの方に渡ってたマドソンライン、あの中にもマロロっていう船があったんですよ。そのぐらいハワイの人たちにとってトビウオっていうのは特別な存在で、アロハシャツの中にももう和柄も含めて、トビウオの柄っていくつも存在するんですよ。でその当時からトビウオの柄ってすごく人気があって、ベストセラーをいくつもこうあった柄なので、こちらの方もちょっとこう割とこう他のトビウオ柄ってこう写実的に描かれていたりとか、トビウオってもう本当に分かる感じで描かれているんですけど、こちらの方はちょっと珍しくてですね、かなりデフォルメされてコミカルに描かれたトビウオの柄になってまして、こちらもですねヴィンテージのコレクターさんからすごく人気の。これはどっちですか？ハワイですか？メインランドですか？こちらはですねメインランドの方のブランドがハブというザ・ハブというブランドが手掛けてまして、もともとスラックスとかワイシャツとか、メンズアパレルも専門でですね、でこういうちょっとスポーツウェアとかあんまりカジュアルのラインではないんですけれども、もう全米でいろいろとこう展開をしてたブランドなんですけれども、そのブランドが50年代にアロハシャツを手掛けまして、でその時に作られたデザインがこちらになります。なんかちょっとサイケデリックな雰囲気になってますよね。柄が大きくてこの色の組み合わせも、後ろのこの黒のエメラルドグリーンっつったらいいんですかね、とピンクの組み合わせなんかもこれがもういいですね。ものすごくサイケデリックで、いやこれはねなんかもうヒット商品決まりですよ。ありがとうございます。あんまりない。そうですね。珍しいと思います。珍しいだろう。今回の全部珍しいんだけど、なんかこれと似てんの持ってるっていう人あんまりいないと思うんだよな。その通りですね。そうですよね。被る柄があまりないという意味でも、ぜひちょっと現物を見ていただいて試着していただければ、そうですね。可愛らしい感じで。着やすくもあり、インナーなんかにしても良さそうですね。この大柄な感じが、色使いが綺麗ですので、いろんな使い方ができると思いますので、アメリカ本土のブランドがハワイをすごく意識してその当時展開をしていた柄ということで、コレクターからの人気も高い。こちらのマロロの柄、ぜひ候補として見てください。いやこれは振り幅でかいな、本当に。もう実は僕、今話を聞いて、教わってるふりして、完全に接客を受けてるモードだったんですよ。そうだったんですね。どれ買おうかなって。いやもうこれね今この中でだいぶ絞れてきてるんですけど、そうなんですね。多分一つのモデルを2色欲しいとかっていうのが何個かあるので、そこからさらに削っていかなきゃいけない。そうですね。削りきれないかもしれないですけど、しょうがないですね、その時は。そうですね。ちょっとね楽しみです。もうねここからもう毎日アロハシャツでもいいっていう季節がもう来ますから、すぐにね。ありがとうございます。まだまだ新作もうまだまだいっぱいありますのでやってくださいね。はい、紹介していきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。